いつもご視聴いただきありがとうございます。ゆうちチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画を上げてます。よかったらですね、チャンネル登録お願いします。それでは今回は壮絶過去シリーズ第4章ということで、前回の続きからですね、またお話ししていこうと思います。この動画をですね、初めてご覧になられる方は、できたら第1章からですね、見ると話の内容がよくわかるかと思いますので、そちらからぜひご覧ください。一応概要欄にリンク貼ってあります。前回の動画でですね、措置入院からの2度目の脱走を経て、晴れて自由の身になりまして、自宅療養の方へ切り替わったわけなんですけど、それからね、どうやって現在のように、奇跡的な復活劇を遂げたのかっていうところを、話していこうかなと思います。僕がですね、回復に向けてやったことは、大きく分けて3つあります。で、その前になんですけど、ちょっとね、一つ大事な前置きがあります。これね、何気にめちゃめちゃ大事なところなんで、今、病気で苦しんでいる方はですね、ぜひ参考にしてみてください。まず、回復に向けての準備として、行動を取る前に自分の中でですね、しっかりとした目標を設定してください。自分の中に一本芯を持つみたいな感じですかね。目標はなるべく具体的にしてもらって、いつから始めて、いつまでに自分がどんなような状況になりたいのか、その状況になることによって、あなたはどんなことをこれからやっていきたいのかとかですね、なるべく具体的に設定してください。まずこれを自分の中でよく考えてみてください。僕の場合はなんですけど、1年以内に自分の体を仕事ができる状態にまず持っていきたいですとか、1年後には精神薬を一切飲まない状態にしたい。自分で稼いで生活を安定させたい。旅行に行きたい。次の車の購入資金を貯めたい。そして彼女を作りたいと。こんなことを目標にしてね、過ごそうと心に決めました。で、なぜね、1年で復活したかったのかっていうと、傷病手当の方が、マックス2年半ぐらいしかね、使えないっていうことだったんで、その時ね、もうすでに1年経過していましたので、傷病手当が打ち切られる前には、できれば仕事に就きたかったって思ったからですね。そして、僕の場合はこれが一番大きな要因だったと思うんですけど、自殺したんだけど、結果、生き残ったっていうことと、精神科での入院生活を、経験できたっていうことですね。これがね、後々ね、ほんとマジでね、でかかったんですよ。もうやっぱりね、二度とね、あんなね、自由のない地獄なね、囚人のようなね、入院生活したくないってね、思ったんですよね。で、それと、一旦はね、死のうと思って、ダイブトゥーリバーまで行動に移したのに、その結果、生き残ったってことなんですよ。で、この2つの経験が僕の考えをね、大きく変えるきっかけになりました。僕の中では、飛び降りてからの人生はね、2度目の人生みたいな感覚になったんです。あ、ラッキーみたいな。神様がね、くれた儲けもんの第2の人生みたいな。そんな感じです。で、それで、せっかくね、2度目のね、ありがたい、ラッキーな人生を送るのであれば、もう今度はね、悔いのないように精一杯自分らしく生きようって思ったんですよ。なんで過去の自分は、飛び降りた時にもう過去の自分は捨てたみたいな感じです。もうこれからは生まれ変わった第二の人生みたいな。だったら満喫するしかないじゃんっていう風に切り替えたんですよね。もう気持ちを切り替えたので、くよくよしててもしょうがないって思ったんで、これからね、いろいろチャレンジももっとしていこうって思考が前向きになったんだと思います。では、この準備ができてから、まず何をしたかというと、一つ目は、できるだけね、体を動かすようにしました。うつ病になってからはですね、気分の浮き沈みがね、結構激しくて、多くの時間をね、自宅で過ごしてました。で、それに合わせて精神薬もたくさん飲んでたのもあってですね、体重がみるみるやっぱ増加していって、マックスでね、確か85キロぐらいまでね、増えてたと思います。もう本当にね、マジのおデブちゃんでした。で、日頃からやっぱね、家にずっといることが多いんで、ほとんど体を動かすことがないじゃないですか。で、体ももちろん疲れてないんで、当然ね、寝つきも悪くなるんですよ。だから毎日不眠症状と体の倦怠感、だるさとかが感じられる状態でした。ですので、思い切って外へね、出て活動しようと思ったんです。で、そこで取り入れたのが登山でした。
正直ですね、その時僕あまりお金もなかったんで、自分の体一つあればね、すぐにできる簡単でお金のかからないことってね、そのくらいしか思い浮かばなかったんですよね。それでも登山はね、めっちゃいいですよ。登ってる時はね、もう無心の境地で登りますし、登頂した時のね、爽快感は、もうそれ最高でした。山頂で食べるおにぎりがね、本当に美味しくてね、もう水筒にね、熱湯を入れて山頂で食べるカップラーメンとかね、もう寒い時期とかも本当に美味しかったですね。最高でした、あれは。もうこの辺りのね、近隣の山はほとんど登ったんじゃないかっていうぐらいね、登りまくってましたね、毎日。で、やっぱ体も疲れるから、夜のね、不眠改善にもなりますし、日光に当たるっていうのはセロトニンの分泌をね、促してくれますので、うつ病の方にはね、とてもいいんですよね。ですので、登山はね、僕的には結構おすすめかなと思います。そしてですね、2つ目になるんですが、2つ目は減薬を始めました。最初はね、よっぽどじゃない限り、豚腹薬とか眠剤、安定剤はできるだけ飲まないようにしました。ここは自分の意思との戦いになってきますね。で、僕はですね、いきなりお薬を全部断ってしまうっていうのは、もう正直ね、怖かったんですよ。またすぐぶり返しちゃいそうで、より症状が悪化したらどうしようっていう思いがあったんで、ちょっと良くないなーっていう風に感じて、主治医の先生と相談しながら、精神薬のお薬を徐々に少なくしていったって感じですね。で、そうしているうちに、登山とのね、その相乗効果があって、体の倦怠感とかだるさ、気分のアップダウンとかもね、少なくなってきました。で、3つ目になるんですが、3つ目は定期的に友達とかですね、外の社会とのつながりを持つっていうことですね。で、僕の場合は、ちょっとね、恵まれてたと思うんですけど、その当時ね、たまたま仕事を辞めたばっかりのね、友人がいて、で、その子が毎日のようにね、僕を連れ出してくれたんですよ。で、その子も仕事してないし、毎日暇だからって言って、いいよ、付き合うよって言って、毎日のようにね、遊びに連れ出してくれたんですよ。で、一緒に山登ったり、一緒にご飯食べたりとかね。で、自分が不安になってしまったりとか、気分が落ち込んでる時とかは、もうね、しょっちゅう電話して気持ちをね、落ち着かせてくれたりしたんですよね。もう本当にね、ありがたいですね。心の支えになりました。ぶっちゃけね、家族よりもね、支えられてたんじゃないかなって思いますね。本当にね、友人に恵まれましたね。本当にありがとうございますと、今でも声を大にして言いたいです。助けられました。で、こういった感じで、晴れた日は毎日登山に出かけて、なるべく体を動かしてですね、外に出て社会のつながりを持つようにしたこと、お薬に頼らないようにしたこと、自分の不安とか悩みなどを身近な人に気軽に相談できる環境を持つことができたこと、この3つがですね、僕がここまで回復できた要因じゃないかなと、個人的に思ってます。あ、あともう一つありました。元の職場には戻らなかったってことと、全く違う職種に転職したことです。これもね、何気にね、大きかったんだと思います。で、僕はね、前職、福祉系の仕事をしていたんで、結構職場でね、気を使うことが多かったんですよ。職場の同僚。もちろん、福祉系のお仕事なんで、利用者さんであったり、その利用者さんのご家族であったり、あと関係医療機関さんとかですね、そういった周りで結構ね、気を使うことが多かったんですよね。で、それがきっと自分の中でね、大きなストレスに知らず知らずのうちになっていったんだと思います。で、そこから心機一転ですね、もう本当に全く違う職種に転職したことによって、周りの人間関係もガラッと変わりました。で、それで新しく知り合った方とかはね、自分の過去を全く知られていませんので、そういったこともね、気持ちにゆとりが持てた一つなんじゃないかなと思ってます。でもね、自分で言うのもね、ほんとなんなんですけど、正直ね、ここまで回復するのは、結構並大抵の努力ではね、実現しなかったんだろうなって思います。話に聞くと、うつ病患者さんの再発率って結構高いみたいなんですよ。2年以内、5年以内、10年以内みたいな感じで、がんの再発率みたいな感じでですね、結構再発する方が多いみたいで、しっかりとね、完治する人って、全体のね、本当にね、1割、2割ぐらいじゃないんですかね。なので、自分がね、やろうと決めたことを、まず毎日継続していく努力は必要ですし、違う職種に転職するとなると、仕事はね、また一から覚え直し、人間関係もまた一から気づかないといけなくなりますよね。
で、仕事探し、面接とか、やることいろいろ出てきます。で、職場をね、ガラッと変えるわけなんで、それ相応のね、大変さはね、あるんですよ。で、僕の場合は、新しく転職した先ですぐにね、仕事ができていたわけではなくて、やっぱまだね、しばらくはね、強迫神経症っていうんですかね、自分がね、やった仕事は、これで本当に合ってるのか正しいのか、なんかやり残したことないかなとか、自分がなんか間違ったことやってないかな、あれやったかな、これやったかなみたいな。そういったね、急にね、強いね、不安に駆られることがね、よくあったんですよ。それでも、なんとかね、周りの家族とか身内のサポートを、友達とかサポートを受けながら仕事をね、続けているうちに、その症状もだんだんなくなって、気づいたらね、今のような元気な状態になってたって感じですね。新たにね、仕事をする頃には、もうほとんどね、お薬飲んでなかった状況だと思います。たまに、頓服薬を調子によって1錠飲むか飲まないかみたいな、そんな程度でしたね。で、僕の場合はね、こんな感じで回復することができたんですけど、病気の症状とか、その人の環境によっては、今回ね、話したことが全然ね、当てはまらなかったりすることもあると思うんですよ。病気の症状とかね、その人の環境とかは、もちろん十人十色なんで、全てが全てね、この通りにやれば改善します、回復します、完治しますって、そんなことはないんですよね。それでも、今の自分を変えたいとか、この現状から抜け出したいって思っているのであれば、今ね、行動するしかないんですよ。悩んでいても何にも解決にはならないんですよね。で、現状を変えたければ、まず自分で何か行動を起こすしかないんです。自分なりの方法でいいと思います。少しずつですね、何かを変えていってください。その積み重ねがいつか実を結ぶ時が必ず来ると思いますので、自分の負担に、ね、ならない程度でいいですので、今日から、この動画を聞いてくださった今日からですね、新しい自分の人生をね、歩んでいってほしいなと思います。決してね、一人で抱え込もうとはしないでください。もうね、恥ずかしがることないんですよ。自分の信頼できる人、周りに一人はいるかと思いますので、もうその人にもう何もかもね、吐き出しちゃってください。で、助けてくれる方はね、周りにね、探せば必ずいますから。で、僕ももちろんね、そのうちの一人ですからね。この動画がですね、少しでもその手助けとなったら嬉しいなと思います。それでですね、ぜひ自分の意思表明にこのコメント欄使ってください。あなたがね、これからどう行動したいのか、ぜひ聞かせてほしいです。ということで、今回はですね、壮絶過去動画シリーズ完結編ということでお伝えさせていただきました。毎度毎度ですね、長くなってしまって申し訳ないです。本来ね、NX とかレクサス関連の情報をね、どんどん発信していくチャンネルなんですけど、今回はね、僕の壮絶な過去をカミングアウトさせていただきました。この動画を見てですね、少しでもね、勇気づけたり、同じ病気の人がね、元気になるきっかけの一つとなったら本当に嬉しいなと思いますのでね、この動画がね、少しでも参考になったよ、良かったよと思ってくださった方、ぜひいいね等で応援してもらえると嬉しいです。それでは明日もお仕事頑張っていきましょう。ではでは、さようなら。